手はずの通り人形は俺らが引き受ける。くれぐれも気ぃつけてな。そちらこそ下法狩り、いや千の守り手。あだ名を変えたばかりなのにお役御免にならないようにね。確かにな。しかしルフィナ殿から頂戴したあだ名とは良き名を名乗られたな、グラハム卿。大きにいろいろあるみたいな。ロイド君、大変かと思うけど気張りや。クロスベルの今の状況では外部からの助けは当てにできん。鍵を握るとしたら今まで君がクロスベルで培ってきた絆やろ。培ってきた絆。わかりました。肝に銘じておきます。ロイドさん、エイダスの過去、それとエリーさんのこと、どうかよろしくお願いします。ええ、もちろんです。なんだ。光学迷彩機能を起動した。もちろん完璧ではないし、使用すると速度が落ちるなどのデメリットもあるがな。このまま潜入したらすぐに高機動タイプの人形が迎撃に現れるだろう。まともにやり合ってもまず勝ち目はないだろうから5号機に引きつけてもらう。なるほど、その隙に潜入するわけか。聖杯の守り手の手並み見せてもらうとしよう。なんとか潜入できたけどクロスベルそのものが四方と一体化しているような状況だ。ここから先は注意して動かないとまた人形が飛んでくるだろうね。この飛行艇に頼るのも限界があるということか。確かにこの船の大きさだと地上に降りればプレロマ層を介した網に捕らえられるであろうな。そう、このままだと着陸すらできなくなってしまう。そこで七葉脈の力場の隙間を探知発見していこうと思うんだ。力場の隙間。七葉脈の力場は本来大地そのものを覆う巨大なものだ。だが大きな流れ同士の間にたまに隙間が生じることがある。なるほど、そういった隙間なら着陸しても気づかれないわけか。そういうことで、今いる地点がちょうどその場所ってわけさ。ウルスラ観音の中州、前に幻獣が出現した場所の近くか。でもよく見つけられたな。異変が起きる前にアッパスと調べておいたのさ。で少し小細工をしてからクロスベルを脱出したってわけ。
なるほど。用意周到なことだ。まあ今はここだけだから、今後も着陸できそうな隙間を探していく必要があるけどね。それでどうする？どうせ結界があるからクロスベル市には入れないけど。そうだな。それでも一度下ろしてもらおう。少しでもクロスベルの状況を知っておきたいし、ウルスラ病院がどうなっているか確かめておきたい気がする。了解。ならば降りるとしようか。どうした？いや、今更ではあるけど、サイトってどうして俺たちを助けてくれるんだ？それにリベールの竜の話だと、君たち聖獣って司法をめぐる因縁については見守るだけで介入できないんじゃなかったっけ？しかり、古の名約がある。だが幻の司法が失われた現在、私の本来の使命もすでに終わっている。この身を縛る禁忌も薄れたゆえ、ある程度自由に動けるというわけだ。人の子らに少しばかり力を貸してやるくらいは。なるほど。それでマフィアの軍用犬事件でも俺たちを助けてくれたのか？そういうことだ。無制限の助力はできぬが、しばらくの間だけはこのまま力になってやる。一応警察犬とやらに登録されている身でもあるしな。分かった。ありがたく力を貸してもらうよ。しばらくはこのメンツで動くことになりそうだね。地上に降りたいときはアッバスに声をかけてくれ。あとこのメルカバ内部にもいくつかの設備が整っている。装備、道具、工房機能、必要ならクルーに声をかけるといい。ああ、了解だ。で結局どうする？ああ、一度この場所に降りてみることになったよ。それはそうと、まさか君たちにこんな背景があったとはね。全ては教会内部の対立。騎士団に批判的なエラルダ大司教の目をごまかすためでな。まさか最高位の騎士の一人が不良グループのヘッドを張っているとは誰も思うまい。そりゃまあ確かにな。あ、でもテスタメンツとか聖戦とかやたらと宗教かかった言葉を使ってたような気もするんだけど。そうか。かえって不謹慎な印象となってごまかせるかと思ったのだが。まあ確かに独特な雰囲気のチームだったからごまかせていたとは思うよ。それですぐにでも降下できるのか？隙間の位置は正確に把握できている。準備ができたら言うがいい。了解した。一応場所を確認するがいい。一旦上空に戻るのか？ああ、地上にとどまったままだと感知される危険があるからね。さてと、エイドスの名において性別されし七よ、ここにあり。あ、マーブル先生と同じ。聖杯の砲術か。大地の子よ、空の金曜、その融合をもって
大いなる目より逃れる小さき聖域を改めてなせ。これは力場の隙間を固定してくれる法人さ。僕ら以外には見えないおまじないもかかっていてね。まあしばらくの間ならなんとか持ってくれるだろなるほど。しかしワジ、本当に教会の関係者なんだな。今までの言動を見てるといまいち実感がなかったけど。う。お堅いのが趣味じゃないってのは別に変わっちゃいないからね。それでどうする？やっぱりウルスラ病院あたりに行ってみるかい？ああ、様子を見に行こう。それと余裕があればクロスベル市の方向も見ておきたいな。それもよかろう。ただしプレロマ層のせいで街道に厳重が出現している状況だ。くれぐれも気をつけるがいい。ああ、わかった。それじゃあ行こうか。僕の番か。よかろう。任せておけ。僕の番か。エニグマ駆動。任せてくれ。させるか。はあ、それ。行くよ。よかろう。俺の番だな。えいで。さてと。行くぞ。やれやれ。制圧完了。当然の結果かな。いきなりだったな。しかしあんなのがいる状況で町から病院へのバスなんてちゃんと運行できているのか。難しいかもしれないね。国防軍の装甲車とかならなんとか行き来できそうだけど。ということは市民の健康が損なわれている可能性もありそうだな。因果なものだ。ウルスラが見たらさぞ嘆くかもしれんな。ウルスラって聖女と白い狼の。って白い狼ってやっぱりザイトなのか。中世の時代に実在した漁師を諌めた治療師の娘だね。教会でも一応成人認定されているけど。
心優しき娘だった。ちなみに物語では命を落としたが、実は一命を取り留めてな。後に騎士と添い遂げて末もこの地に残っているぞ。そうだったのか。事実は小説よりきなりだね。あれは国防軍の部隊が。警備中かな。タイミングが悪かったね。さすがにここで国防軍に見つかるわけにはいかないか。まあ避けた方が無難だろうね。もっともいつになったらいなくなるかはわからないけど。どうやらこの病院内にティオがいるようだな。マジかい。かすかに匂いを感じる。それ以外の支援課のメンバーはいないようだ。まさかティオ、あれからどこかで怪我を負って入院を。そこまでは私の鼻でもわからぬが、さすがに少々心配だ。一体どうしたら。少し裏技になるけど、ここで兵士たちと交戦しても増援を呼ばれずに済むかもしれない。本当か。何やら手立てがあるようだ。まあね。どうするロイド。言うまでもない。すぐにでも仕掛けよう。何としてもティオの様子を確かめないと。やるか。それじゃあ電光石火でケリをつけるとしようか。暇だよな。こんな場所を警備なんて退屈すぎるっての。ぼやくなって。例の支援課のバニングスが逃亡したままなんだからな。たかが捜査官一人に何ができるってんだ。とっくに外国あたりに逃げ出してるんじゃないか。しかしとんでもない化け物を連れてるって噂だが、第4連隊の連中が食われたってのは本当なのか。ただのデマだろ。そんなことよりせっかくだからイリアの顔を拝みたいよな。確かまだ入院してるんだろ。ああ、そのはずだぜ。とっとと怪我を治してもらって復活してほしいんだが。それは同感だよ。ロイド・バーニングス。本当に現れるとは。やれやれ、化け物とは失敬な。いや、あの元の姿を見たらさすがに仕方ないんじゃない。争うつもりはない。だが立ちふさがるのなら遠慮なく撃破させてもらう。生意気な。少数だ。一気に制圧するぞ。ラジャー。よかろう。行くぞ。えいっと。僕の番か。よし。